時部直伝にデック長森会長の取説。いつも元気で疲れを知らないためお疲れ様ですは現金。休日もメールの受信確認を。答えが出なくても何らかの返信の要領があるのでメールは分割。17時半から18時半まで自主勉強。5万円超は会長決済。必ず5回原価低減交渉。カバンは取っ手を会長に向けておく。2500億円の減損を出し会長辞任。上場を維持できるか争点。これが全てではなく、さらに詳細が続いています。評価は真っ二つです。1、肯定容認派の意見。わかりやすくてええやん。どう対応していいかわからん相手が一番面倒くさい。取説作られてるだけええやろ。わけわからないままやらされるより親切。扱いやすくていいじゃん。これさえ守ってよいしょしてればいいってのは明確。常識なことしかないやん。きちんとした会社ほどこういうもんだし、大企業なら当然。リアルなこと言うと、そのあたりきちっとするのをやめた会社が壊れていったのを見てきたから大事なこと。2、否定嫌悪派の意見。しょうもなはよくたばってほしい。存在自体がない。入ってはならない会社の典型。ろくな末路を迎えなそうな会社。G の嫌いそうなもの欲張りセットや。役職で呼ばせるのブラックっぽい。ご苦労様ですって。ヤーさんの世界や。困難会長のデスクにうんちしてから会社辞めるやつ出てくるやろ。3、組織生産性への批判。生産性熱弁する割に、会長本人が一番生産性悪いカスなパターンの会社。経費5万で決済って何もできんやん。営業どうしとんや。アメリカ人が見たら笑うらしいな。そら粉飾しますはなっている。4、取引実態やってる感への指摘。取引するとマジで効率終わっとるからや。5回値引きさせなきゃあかんから、最初から5回値引きする前提で高い見積もりくださいと言われた。出来で草。やってる感やん。5、取説という存在への皮肉。取説ってのが部下の間で小馬鹿にしているんだなぁという印象。取説がないとまともに動作しません。とな、故障かなと思ったらがないやん。逆にバカにしとるやろ。こんなもの作らないといけないくらい面倒な人物だったわけね。見ろ。これが腫れ物だ。6、現場の温度差エピソード。弊社新人園なじいさん歩いてました。ワイソレ会長。新入社員が会長をさん付けで呼んでたら草入るわ。会長クラスと関わるのなんてごく一部だけだろ。大抵のやつには関係ない。こんな書類配られるとか会長激切れ案件やろ。このように、取説自体は賛否ありますが、その末路は悲惨です。内部統制崩壊と市場退場危機の記録。長森重信氏による絶対的支配と取説に象徴される異常長バランスは、最終的に以下の破綻を招きました。1、2500億円規模の減損と業績の虚縮。取説による精神的拘束と収益必達のプレッシャーが事業実態を覆い隠しました。社債事業の特別損失。EV 向けモーター事業の予測失敗と無理な M&A が焦げ付き、2500億円の減損損失を計上。やってる感の代償。現場が会長の叱責を免れるために作り出した虚偽の収益見通しが崩壊し、営業利益目標の下方修正幅は当初予測の 50% 超に達しました。2、不適切会計と上場廃止の危機。会長に不都合な真実を報告できない組織風土が組織ぐるみの隠蔽工作を常態化させました。累積数百億円の過大計上。架空売上の計上や費用の先送りが各部門で横行。第三者委員会はこれが個人の不祥事ではなく取説的統治による構造的問題であると断罪しました。特設注意市場銘柄への指定。監査法人の不適正意見を受け、東証からして内部管理体制の著しい欠陥により上場廃止の現実味が極めて濃厚となりました。3、ガバナンス不全が招いたコストと損失。微細な作法への執着や権限集中が企業の適応力を奪いました。人材の使い捨て。中途採用者の 50% が3年以内に離職。過度な精神的拘束が採用教育コストの甚大な損失を招きました。時価総額数兆円の消失。5人以上の後継者候補社長 COO の放逐とトップ交代の失敗を繰り返し、ピーク時から数兆円規模の時価総額が市場から消滅しました。4、取説による機能停止の実態。報告書が指摘した致命的な悪影響の具体的項目です。決済のボトルネック。兆円単位の売上を誇りながら5万円以上の経費を会長が直接生産するルールがグローバル競争における意思決定速度を致命的に低下させました。監査機能の私文化。会長の意に沿わない指摘が許されない絶対服従の空気が企業の自浄作用を完全に無効化しました。総括。数字が証明する取説経営の末路。かつて成長の原動力とされた規律は最終的に2500億円の損失不適切会計上場廃止リスクという数字に置き換わりました。一代で築いた名声は組織を内側から腐敗させた異常な支配の証拠によって塗り替えられ、資本市場からの退場勧告を受けるという最悪の結果に至っています。現在はさらに事態が進行し、債権団銀行による緊急融資の条件として提示された長森氏の経営権完全剥奪や事業切り売りが報道されています。いかがでしたか？この情報が役に立ったらいいねとチャンネル登録お願いします。